皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日もご視聴ありがとうございます。で、今日はですね、90年代風の海外メイクをやっていこうと思います。で、全体的にマットな感じで仕上げていくので、ちょっといつもと違った雰囲気になるんじゃないかなと思います。気になる方はぜひ最後までご視聴お願いします。はい、では早速始めていきます。で、まずはじめにエルフのプライマーをのせていきます。で、今日はできるだけベースメイクはマットに仕上げたいので、こういうテカリ防止の下地を使うのをおすすめします。で、ちなみに今日はカラコンもつけてみました。これは韓国のものですね。また概要欄に載せておきます。はい、そしたら次に NARS のリキッドファンデーションを使っていきます。で、これはね、カバー力がすごいんですよ。カバー力がすごいけどそこまで厚塗り感が出ないので、多分私も結構リピートしてますね。めちゃくちゃおすすめです。で、ちなみに私は濡れたスポンジで今日は伸ばしていってるんですけど、もしねもっとカバー力とかマット感を上げたかったらカブキブラシみたいな感じの蜜の濃いブラシを使うのもありかなと思います。ただブラシだとちょっとねムラになりやすいので、最終的にこういう濡れたスポンジで整えるっていう感じでやってみてください。はい、そしたら C グラムのリキッドコントアをのせていきます。で、カバー力の高いファンデーションを使った時って、どんだけねそのファンデーションの色が自分の肌の色にマッチしたとしてても、絶対ね塗ってますっていう感じが出ちゃうんですよ。コントアをしないと、影をつけないとどうしても化粧してますっていう感じになっちゃうので、結構このねステップは大事です。はい、そしたら同じ C グラムのリキッドチークをのせていきます。これねめっちゃ可愛かったの。今回マットタイプのものを使ってみたんですけど、めちゃくちゃ発色も良くて色もね可愛かったです。で、やっぱり90年代のメイクってあんまりキラキラツヤツヤっていうよりはこういうがっつりチークみたいな感じのが多いので、すごいねぴったりかなと思います。で、のせるポイントはあんまり顔の中心とか目の下とかじゃなくて、顔の側面コントゥアにつながる感じでのせていくっていうところがポイントです。はい、これでコントゥアとチークが終わったのでコンシーラーをのせていきます。で、昔のメイクってそんなにコントゥアっていう感じではないので、今回ちょっと立体感を出すぐらいっていう感じで軽く目の下とあと頬骨と、明るくしたいところですねに軽くのせていきます。はい、こんな感じで軽くのせたらスポンジでなじませていきます。はい、そしたら次にお粉でセットしていきます。今日はトゥーフェイストのセッティングパウダーを使っていきます。で、このパフ、これが今日のポイントです。このパフでお粉をねのせるとさらにマットっていう感じになるんですね。なんで見ててください。今ちょっとテカってるじゃないですか。で、これを乗っけるとほらすごいマットになって、多分スポンジとかブラシで乗っけるよりもしっかりめにねパウダーがつくので、こう本当にマット陶器肌みたいな感じになるんですけど、そう、このパフねめっちゃおすすめですよ。最近海外でも結構流行ってるんですけど、ほらすごくないですか？こんな感じでマットにしていきます。で、これするだけでだいぶ90年代っぽい感じになったかなと思います。やっぱりこうツヤ肌でハイライトガンガンっていう感じのメイクよりはマットっていう感じのメイクなので、お粉はしっかりめにね叩いていきます。
はい、そしたらもう一回チークをこの上からのせていきます。で、すでにリキッドチークやってるんですけど、やっぱりね、フェイスパウダーすると一旦こうフィルターかかっちゃって、こう化粧してますっていう感じが出ちゃうので、この上からパウダーチークで軽くね、立体感を出すことでより自然なメイクになります。はい、そしたらアイブロウをやっていきます。で、90年代の眉毛って基本的にめっちゃ細くてシュッっていう感じなんですね。で、そこまでコピーしちゃうと本当にただの昔のメイクみたいな感じになっちゃうので、眉毛はいつも通りにやっていきます。で、この眉毛のやり方は昔の動画で詳しく説明しているので概要欄に載せておきます。はい、そしたらアイメイクをやっていきます。今日はこのカラーポップのブラウンのアイシャドウパレットを使っていきます。で、まずはじめにこの色をまぶた全体にのせていきます。はい、そしたら次にこのダークブラウンを取ってグラデーションを作っていきます。で、ベースメイクと同じでアイメイクもできるだけマットでシンプルに仕上げていくので、今日はこの2色だけを使って、ちょっとスモーキーっぽい感じに仕上げていきます。はい、そしたらアイラインをやっていきます。で、90年代のアイメイクって結構囲み合いみたいな感じでがっつりこう粘膜にもがっつりみたいな感じが多いんですけど、それをやっちゃうと一気にね、ほんと昔のメイクっていう感じになっちゃうので、今回はね90年代風なので、ちょっと今っぽさも足しつつっていう感じにしたいので、アイラインは少し長さを出してこんな感じにしていきます。で、下のラインはまつげの生え際に沿ってラインを足して、で、あんまりがっつりブレンドしないようにします。はい、そしたらこんな感じで割とシャープな感じの目元になったかなと思います。はい、そしたらポイントでこのグリッターを目頭にちょっとだけのせていきます。そしたらまつげを上げてマスカラを塗っていきます。でね、今日はマスカラ下地塗ってマスカラ塗ってっていう風にやったんですけど、ちょっとねダマダマになっちゃったので、そういう時はめんどくさいんですけど、こうやってピンセットで一束一束整えていくとかなり綺麗なまつげになります。はい、こんな感じでマスカラが終わったら、ちょっと明るい色のアイシャドウで下まぶたをハイライトしていきます。で、これはね、涙袋を作るんじゃなくて、こう下まぶたのラインをくっきり見せるために明るくするっていう感じなので、あんまり涙袋の影とかは作らない方がいいかなと思います。はい、そしたら少しだけつけまつげを目尻に足していきます。で、マスカラだけでも十分なんですけど、アイラインが割とキリッとしているので、少し目の横幅を出すために目尻だけにつけまつげを足していきます。はい、そしたら最後にリップをしていきます。で、まずはリップライナーで、これ結構くっきりとね、描いちゃって大丈夫です。で、色はブラウンがおすすめです。ちょっとコントアをするイメージですね。で、オーバー目に描いていきます。はい、こんな感じでリップライナーが終わったらリップを塗っていきます。で、これザ中国っていう感じですよね。中もなんか彫刻でめちゃくちゃ綺麗なんですけど、これはね結構ブラウン味が強いので、さらに90年代っぽくなるかなと思ってこれを今日は使ってみました。で、これだけだとちょっと物足りないなと思ったので、最後にコンシーラーで唇の真ん中を明るくしていきます。こうすると立体感が出て、なんかザ海外のメイクっていう感じになるので、ぜひやってみてください。はい、ということでこれでメイクの完成です。どうでしょうか？ちょっと海外の90年代風っぽくなったかなと思います。で、こういうね、マットの深みのある色とかを使うと、ちょっと大人の色系とかも出るので、
なんかディナーデートとかにもぴったりなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん試してメイクしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。よかったよって思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。